カレーの新レシピ判明。ジャスパルと申します。カレーのエナジー 1.5 倍のサマーフェスティバル2025に先駆けてカレーシチューのレシピ1種が追加となりました。その名も居合切りすき焼きカレー。めちゃくちゃ美味しそう。シンプルにめっちゃ食べたいね。牛丼屋の牛カレーの最上位レシピみたいなことでしょ多分。すき焼きはね、海外でも多分すき焼きなので名前的にも使いやすそうなのがいいですよね。上を向いて歩こうマジで。そんなめちゃくちゃ美味しそうなこのレシピについて無課金目線で解説考察していきながら、鴨ネギの食材考察や相性が良さそうなポケモンだったり、作るのがおすすめそうな人の特徴なんかを考えていきたいと思います。やっぱりネギは使われましたね。それでは参ります。ということで早速居合切りすき焼きカレーの詳細から見ていきましょう。居合切りすき焼きカレー、太い長ネギ27個、豆ミート26個、甘い蜜26個、特選エッグ22個、合計101個の食材を使ったカレーシチューの新最強レシピです。すき焼きの主役ネギとミートを甘い割り下でさっと焼いてトロトロの半熟卵と共にいただく、そんなようなカレーとなっているらしいです。バケモン言ってるだけでよだれ出てきますねこれね。そんなネギ、ミート、蜜、卵の4食材で、やはり食材数は100個を超えた大型レシピとなりましたね。無課金的には新フィールドが来るまでは鍋拡張重ね掛け前提のレシピとなります。基礎エナジーは2655で、ボーナスは目覚めるパワーシチューと同じ 61% でした。さすがにこの内容でリンゴ酸ヨーグルトサラダと同じ 78% だったらはちゃめちゃだったんじゃないかなと思います。エナジー的には負けん気コーヒーサラダよりは高く、銅のエクレアよりは低いって感じのレシピとなってるんですが、まあ大体同じくらいだと思っていただければなと思います。目覚めるパワーシチューが基礎エナジー19061なので、目覚パシチューよりは 1.08 倍くらい強いレシピってことになりますね。プラス 8% ちょっと。レシピレベル65まで上げた時のフィールドボーナス 75% のフィールドでは、すき焼きは1食12万729エナジーになります。で、目覚めるパワーシチューが11万1412エナジー。ちなみに料理エナジー 1.5 倍の時だと、すき焼きは18万1093エナジー、目覚パシチューが16万7118エナジーで1万4000エナジーくらい差があるので、21食作るのであれば大成功とかも込みでトータル3、40万エナジーくらいは差が出てもおかしくないですね。あって嬉しいレシピではあるのかなと思います。とはいえ無課金的には今は鍋拡張の重ね掛け必須となるので、これまで目覚めるパワーシチューを作ってきた人であれば普段使いにおいては乗り換えるほどのレシピでもないのかなとは思います。パルのサブアカって言ってるアカウントではメザパシチューの時点で鍋拡張の重ね掛けをしながら作っていたので、特に変わらない労力で作れるのであれば食材の集めやすさで選ぶのが良さそうですね。まあしかしながらシンプルにネギ27個激ヤバも激ヤバじゃないですエナジー的にはリンゴ54個って言ってるようなもんですもんね。ラウドボーンでも1日にリンゴ160個集められるんですかって話なので、まあガチ最強ラウドボーンなら集められるらしいんですけど、普段使いとなるとこのネギにかなり頭を悩ませそうな気がしますね。まあでもメザパシチューのキノコも大概だなとは思うので、そのあたり得意不得意で選んでもらえたらいいのかなと思います。いやー、この法外なネギの数、これ鴨ネギが恐ろしく強いっていう未来ありますよね。ないですかないかな。そうだったとしたらね、サブレ的にも恐ろしい話ではあるんですけれども、ちょっと楽しみだなと思っちゃいますね。そんな居合切りすき焼きカレーの基礎情報でした。ってことでここからもろもろ考察していこうかなと思うんですけれども、まずね、皆さんはレシピ予想当たりましたでしょうか？さすがにネギは使われてましたね。しかし27本はマジで予想外でした。そんないくネギネギだよコーラの20本でもどうなんだろうなと思ってたんですが、なかなかすごい数になってきました。まあね、尻尾を除けば料理に使う食材で最もエナジーが高いネギなので、備蓄食材最強みたいなところはあるかなと思うんですよね。汎用性は置いておいて、例えば21食分567個備蓄して突っ込めばめちゃくちゃ強いっていう説もありそうな気はしています。まあでもね、このカレーにネギが使われたってことは、さすがに鴨ネギは太い長ネギ持ってくるでしょう。というかね、ネギミート卵じゃんこんなの
そこまで当たっているかはわからないんですけれども、この中から2個くらいは鴨ネギの食材が使われててもおかしくないなと思ってます。スプリングフェスのラッキーたちの卵はリンゴ酸ヨーグルトサラダでも使われていましたし、バレンタインのド王たちのカカオとコーヒーはド王のエクレアでも使われていました。で、現状ネギを集められるポケモンで豆ミート、甘い蜜、特選エッグのいずれかを集められるポケモンって豆ミートのライコーか甘い蜜のメガニウムくらいしかいないので、カモネギがこの料理のエキスパートとなりそうな予感はしますね。果たして食材数何個になるんでしょうかね。食材のポケモンって決まったわけでもないんですけどね。そんな感じですき焼きカレー、見たまんまネギの個数がえげつない上に相性の良さそうなネギ担当も現状おらず、他の食材にしても例えば蜜とミートの AAC カイロスとか、卵と蜜の AAC ハピナスとか、ミートと卵の ABC キテルグマとか、もうそういうポケモンたち以外は AA や AAA のポケモンで食材集めてね的な雰囲気を感じるので、実際に作る難易度は結構高そうな感じがしますね。なんならメザパシチューを作るときにウェーニバルのネギ、ダグトリオのネギ、ボスゴドラのミートとかがたまるのであれば、合間合間で鍋拡張が被った時に作るのが良さそうまであるななんて思いましたね。総じて準備なしでの作りやすさはお世辞にもいい方とは言い難いでしょう。ただし前述の通りネギさえ備蓄できたらかなり作れる寄りのレシピな気はしますね。特にミート、蜜、卵ってアーボック、バタフリー、チルタリスの食材なんですよね。最近アップデートで強化された毒、虫、ドラゴンタイプの木の実のポケモン3体です。この3体、次のフィールドで活躍するのではと予想されてますので、予想通り活躍するのであれば、ゴールド級発電所でネギを集めてライチュウ艦隊でスパークスパイスコーラを作っていた的な、あれに近いことはやれる可能性があるななんて思いました。ライチュウってね、結構スペックいかれてるので同じようにできるかはかなり謎なんですが、新フィールドが来れば鍋の基礎サイズも大きくすることができて、無課金であっても鍋拡張の重ね掛けはせずにすき焼きカレーが作れるようになるかと思うので、新フィールドでの活躍を見越して今のうちから少しずつレシピレベルを上げておくっていうのはありかなと思います。言うてね、新フィールドが来たら新たな最強レシピが追加されることとは思うんですけど、新フィールド初期の環境だったり新食材の厳選が終わるまでは大きな力となってくれそうなので、そこに活躍を見出して今のうちからコツコツとレシピレベルを上げておくっていうのは大事かもしれませんね。てなわけで超ざっくりまとめてみます。居合切りすき焼きカレーはネギさえあれば作りやすいのかもしれないし、次のフィールドの環境初期で大活躍できそうなレシピだなと思いました。相性のいいアーボック、バタフリー、チルタリスを育てていたり、日常的にネギが集められるサーナイトやエルレイドやライコーなんかを育てている方は無課金であっても注目してみてください。何にせよネギですね。きっとカモネギがこの料理のエキスパートとなってくれるかと思いますので、レシピと相性の良さそうなポケモンたちを育成されている方は来週月曜日の実装を震えて待ちましょう。だいたいそんなところでしょうかね。そんなわけで居合切りすき焼きカレーについての意見感想評価や、こんなポケモンと相性良さそうとか、こんなポケモン育ててるから作ってみたいぜなんてコメント頂戴できますと幸いです。新たなカレーの最強レシピうまく活かしていきましょう。そんなカレーの新レシピ居合切りすき焼きカレーでした。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドを押していただけますと動画制作の励みとなります。いつもたくさんのグッド本当にありがとうございます。そういえばね、これでおそらく新フィールド前最後のレシピ追加になるんじゃないかなと思うんですけど、いよいよ激辛ハーブと若草コーンは大型レシピをもらえませんでしたね。海流の食材としても名高い強力な2つの食材、特にハーブは使われるのであればカレーが一番予想されやすいかなと思うので、新フィールドでの扱いに注目したいところですね。逆にね、ハーブとコーンはまだ厳選育成ゆっくりでも大丈夫そうなので、今しばらく活躍の時を待つこととしましょう。それでは居合切りすき焼きカレーサマーフェスティバルで大成功しまくることを祈っております。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。